皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 8. 今回のエピソードはマインドフルネスについてです。この言葉は、数年前から結構聞くようになったかと思いますが、その意味としては、心を無にすることとか、過去や未来ではなく現在に集中することなど様々な解釈がありますが、マインドフルネスっていう言葉だけ聞くと、瞑想しないといけないのか、ちょっと難しそう、レベルが高そうというふうに苦手意識を持ってしまう人も多いかもしれませんが、実は例えば瞑想だけであっても、ただ座って目を閉じることだけでなく、歩く瞑想とか食べる瞑想がいろいろあったり、瞑想せずにマインドフルになれる方法も山ほどあります。なので、自分でもできる、そして、効果を簡単に感じられる方法がたくさんあるので、今回は私にとってマインドフルネスとはどういう状態か、そして、どうやって実践しているのか、そしてどんな効果を感じているのかを紹介したいと思います。マインドフルネスという状態の解釈は人様々ですし、どうやってマインドフルになるかも本当に人様々ですが、私にとってのマインドフルネスとは、今に意識を向けることです。皆さんは一日の中で何もしないとか、デジタルデバイスなしで他のことに集中している時間ってどれくらいありますか？意識してみるとそういう時間がすごく少なくなっていると思います。例えばカフェに並んでいる時、3分待つだけでも気づいたら携帯に手が伸びていて通知を確認しているとか、トイレに行くだけでも携帯を持っていく、ご飯を食べる時も何かを見ながら、映画とかニュースを見ながら食べるという人が多いかもしれません。いつでもたくさん情報が入ってきて、もし欲しいものがあったらワンクリックですぐ手に入る、そういう便利な社会になった一方で、その情報の多さとかスピードの速さのせいで、すごくストレスを感じたり不安になったりする人が多い、傾向もありますよね。私はかなり頭の中でいつもいろんなことをすごいスピードで考えている人で、そのおかげでクリエイティブになれたり、仕事が早くうまくいったりすることもありますが、正直疲れます。夜に考えが止まらなくなって眠れなくなる時とか、あとは考えすぎて余計な心配を始めてしまう時が多いですが、そういう時にいつも気づくのは、私が考えていることはいつも、過去に起こったこと、もしくは未来に起こりうることということです。未来のことを考えることでアイディアが浮かんだり、過去のことを考えることで、過去の反省を生かしてこれからに生かしたりできるっていう、ポジティブな面もありますが、考えても変わらないこと、いくら考えても、自分ではコントロールできないことを考え続けるっていうのはすごくエネルギーの無駄ですよね。なので私は一日の中で少しマインドフルな時間を取ることで、この速いスピードの思考を一時停止して、落ち着く自分の思考と居座る時間を作るようにしています。ただ私が4年前に、マインドフルネスを意識するようになったきっかけは、別にこういう問題を意識していたからではなく、ただ単にマインドフルとか瞑想という言葉をよく聞くようになったし、友達にやってみたらと勧められて、じゃあとりあえず瞑想を始めてみようということで、最初はよくある、座って目を閉じる瞑想から始めてみましたが、正直最初は全く効果を感じなかったし、何をやっているんだろうという感じもしました。ただ健康にいいとよく聞くので、身体的にも精神的にも、なのでとにかく続けてみようと思っていろんな本を読んだり人から話を聞いたりして、実はその座って目を閉じるだけの瞑想だけじゃなくて他にもいろんな瞑想があって、瞑想以外でもマインドフルになれるっていうその実践方法をたくさん見つけて、今では日常生活の中で、欠かせない時間となっています。
すべて日常生活の中で簡単にできることなのですが、まず一つ目は、起きてから仕事を始めるまでの30分くらい、携帯を一切使わないことです。携帯もパソコンもです。これはなぜなら、起きてすぐに携帯を見るといろんな情報がもうすでに視界に入ってきますよね。で、そうするともう頭がどんどん、回転してきてしまうので、朝起きたら、携帯を見ずにとりあえずコーヒーとか朝ごはんを、用意して、でそれを座るときはニュースも何も見ない、コーヒーを飲んでるときはコーヒーの味に集中する、もしくはそこから見えるもの、座ってる場所から見えるものに集中する、もしくは自分が今日どんな状態なのか、よく寝たのか、どこか痛いのか、ちょっと喉が痛いとか、自分の体と心の状態をチェックする時間に使っています。こうすることで朝から、頭の回転のスピードを少しゆっくりにできるので、その後も一日少し落ち着いた気持ちで過ごせるような気がします。2つ目は仕事の合間とか仕事の終わりにストレッチをすることです。ヨガとか瞑想とか言うと、やり方を知らないといけないので少し、難しいなと、始めにくい人がいるかもしれませんが、ストレッチなら、床に寝っ転がって好きなところを伸ばすだけですので誰にもできます。もしそういう習慣がない人は、床に寝っ転がるだけでもすごく気持ちいいです。ベッドとか柔らかいところに寝っ転がると、それに合わせて体の形も曲がってしまいますが、床に寝ると普段伸びないところが伸びるので、それだけでもすごく気持ちいいです。で、この時に意識してほしいのが、過去や未来のことに考えを馳せないことです。それだけ言っても難しいですが、もしどうしても考えてしまう場合は、例えば今ストレッチして伸ばしているところに意識してみる。もし首をストレッチしているときは、首の後ろが伸びているな、次は横が伸びているなっていうふうに体の一部一部に、意識を向けると他のことを考えにくくなります。もしそれでもついつい考え始めてしまう場合は、その考えを、空に浮かぶ雲のように眺めてみてください。もし空に面白い形の雲とか変な形の雲とか嫌な雲があっても、それにわざわざ手を伸ばして形を変えたり取り除こうとしたりしないですよね。自分の思考も同じです。もし頭の中にいろんな考えが浮かんできても、それをコントロールしたり取り除こうとしたり、分析しようとしたり、考えを深めようとしたりするのではなく、こんな考えを持ってるんだ、こんなことを自分は考えているんだっていうふうに、眺める、もしくは認識するだけが大切です。一日に一回だけでもこういう時間を取ることで脳が休憩して頭が少しリセットされたような気持ちになれると思います。では最後の方法は携帯やパソコン、ヘッドフォンやテレビなどデジタル機器を一切使わない趣味をすることです。ジムで運動するとか、編み物をするとか外を歩くとか、一見マインドフルな方法はたくさんありますが、本当にそれがマインドフルか確認してみてください。もし外を歩いていても音楽を聴いていたら、それはいろんな情報が耳に直接入ってくるということですし、ジムに行ってもポケットの中に携帯が入っていたらつい確認してしまいますよね、通知を。もし編み物とかをしていても横に携帯があるだけでも触っていなくてもポンと通知が出てきた時についそっちに意識が向いてしまいますよね。なのでぜひ一回携帯をもう家に置いて一切デジタル機器を持たないで外に出てみると歩くだけでも、普段は聞こえない、周りの人の声とか空を見上げてみたり、新しいカフェが目に入ったり普段気づかない小さなことにたくさん気づけると思います。そして携帯を持っていないと例えばさっき言ったようにカフェで待っている時にふと、ついポケットに手を伸ばしてしまって携帯がないことに気づく
とか、自分が普段どれだけデジタル機器に頼っているか気づけるきっかけになると思います。他にも紹介したいマインドフルな方法がたくさんありますが、今回はこれだけにしておきますが、何もしなくても常にマインドフルだし、速いスピードの社会の中でもそんなにストレスを感じない人っていうのも多いかもしれませんが、もし最近特に大きな理由もないのにストレスだな、なんだか不安だなっていうふうに思っている人がいたら、ぜひこういうマインドフルネスの実践方法を試してみてください。もし、すでにもうそういう実践方法を自分でやっている方がいたら、コメント欄で、ご自身の方法を紹介してください。ではこれで、今年最後の、ポッドキャストのエピソードとなりますが、少しでもたくさんの、人が穏やかな気持ちで毎日を過ごせたら、いいなと思っています。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。